結構なんか岩とか木とかあるとこなんですね。なんやろ、ワカサギかな、あれワカサギっぽいですね。まあ最下流のワンドってやつですね。ああ、もう打てと言わんばかりのゴミが。なるほど、分かった。はい、じゃあ引き返しましょう。名前はい、三原直之です。よろしくお願いします。29歳です。鳥取県境港市、鬼太郎が生まれた町ですね。血液型 O 型、星座水亀座、足のサイズ28点5ほうほう。いやゴミ拾いぐるーっと回ってきた感じ。垂直が多いのが上流よりすぐ下なので、多分ストックが多いで浮いてるプリがいるっていう感じ。バスフィッシングとはバスを探すこと、バスを理解すること、でしかないと思ってます。食ってからは正直どうでもいいです。ファイト嫌いなんで。例えばファーストムービングのルアーだったりとかでも、多分この辺で食うみたいなイメージは常にやっぱ持ってて、特にこう見えてるシーンであると、はいここに投げます、こう流します、でこうしたらバスこっち見るから今こうやって動かしたらはい食ったみたいなところまで、でもそれがバスフィッシングの面白いところだと思うんで。入った、はい食った、よっしゃ来たんちゃう。三原節とは、わがままなんですけど、簡単に言えば理想の釣り方で釣ること、もう一言で言ったらそうですね。はい、っていうのが三原節じゃないでしょうか。はいと思います。めっちゃコンパクトにしてきたんですよ今回。3060ですからね。スナップつけなあかんな。ジャボラン追加。はい、じゃあこれでいきます。 OK。 はい、おはようございます。三原直之です。さて、三原節がスタートということでですね、今日は春のリザーバーに来ておりまして、朝からね、釣りもせずに、朝市など無視をして、三原節炸裂なんですけども、いろんなとこ回ってきて、一発目に入るのがこの中流域のベンドでちょっと深いところから、始めていこうと思います。だいぶね、僕も自分で言うのもなんですけど変わったスタイルだと思うので、そこは三原節全開で、とりあえず釣っていこうと思います。じゃあ行きましょうか。行ってみます。滑り落ちるシーンからはあはあはあ、なるほどね。はい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 、じゃあ釣りしよう。あっち上流です。で上流からこうギューッと、ベンドするところなんですけど、これが多分中流の中でもでかい岬なんかな。であっちに垂直岩盤があって、そこも垂直で、こっちガレでちょっとワンドっぽくなってるところにこういうなんていうか水のよれがよれというか水がよどんでる場所なので、逆に朝入ってそうな場所で、逆に夕方に多分消える場所ですね。こういうところって見た感じが傾斜が結構ね、あっちの方のコンクリートがあるんですけど、あの辺から傾斜がずっと一緒でそこがちょっとなだらかになってあっちから垂直になるんで、もう打つべき場所はそのなだらかなあの辺と、傾斜が変わる黒い木のこうなってる丸太の先端にちょっとガシャってなってるところ。じゃあ
ギルロイドジュニアで幹部な行ってみたいと思います。ブルーギルがおるかどうかすら知らないですからね。まあここまでかな。この一投でここを引き返す気満々なんで、いきます。本当はこういうこのぐらいの岩がこうもっと続いてるかなと思ってて、でもっと続いてたらこういう隙間にね小魚が入ってくれるんで好まれやすいんですけど、ちょっとこっから石の大きさがちっちゃくなってて、でまあ多分あの岩盤になるんですよね。多分バスつくんやったら、まあその手前をこのガレ場にいるバスが見えるであろう一投をしてついてこなかったんで終わりです。はい、早いですよ僕の釣りよいしょ。多分こういうアプローチじゃないんだろうな。いっちゃうか嘘やめてくれよ。うわ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 ややこしいやつやわ。2匹おる。あ、いけるかもこいつ。こいつ食うかもしれないですよ。そのね岩の張り出しというかこれを待って、うわいける、食うな。おっしゃ、俺食った。ちょっと待って、ちょっと走った。はいはいはい、危ない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 。うわ持てないよっしゃー、はい三原節ですわいいっすね。いやーギルロイド、はい、やっぱりね三原はギルロイドです。はいバスがまずいた場所からの説明なんですけど、まあこの真下ぐらい、このちょうど今沈んだ真下ぐらいにうっすら見えてて、で、まあ、ギルロイドをここにアプローチしました。まあそしたらこのまずビッグベイトが着水してるっていうことは多分あいつは気づかない。でさらにちょっと沈めた状態で手前に三角のなんか張り出した岩があるじゃないですか。それを言ったらバスがこっちにいて、あれが壁になる裏側からこうプルンとこう乗り越える感じで乗り越えて、でここで発見したんですよねあいつは。で発見して、でここの滞空時間がちょっと長くて、ああやばいと思ったんですけど、今沈んでったこの下に壁があって、今ギルロイド隠れたんですよ。でこの壁に追い込んでドンって食った感じ。その壁にこうガッと追い込んだ食い方してると思うんで、よくねこうビッグベイト食わせるのにこうチョンとかジャーク
とかで最後食わしたりするんですけど、本当に脳神経のように止めて食わしてるんで、まあでっかい IG な感じで、はい、使ってます。完璧だったですね。はい。三原節でした。お、めちゃめちゃバス浮いてきた。こっちにもいますね。うわー、ね、竹の先端にいるんですけど、うわー、微妙。これむずい。どう？いったんちゃう？いったんちゃう？入った。いくった。よっしゃ。はい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 よいしょ。はい、2本目。ハマってるな。はい。まあ長いのは長いですね。完璧。素晴らしい。とりあえず飯行きましょうか。三原節。昼というか午後からですね。まあ上流に上がってきてたらいいなということで上流から行ってみます。ルアーもまあスピニングに愛情もプラスしていたら食わせます。では行きましょう。じゃあ午後1、まあ、さっきのところは船がいたっていうのと、水深が深いんで寄せてきたいからジュニアで、今回はギルロイドベビーかな、やってみます。まあ見えてるベイトもちっちゃいんで、ワカサギいるって聞いてるんで、そういうとこって結構ちっちゃい方が好きやったりするんですよね。結構流すな。うん、結構流れるな。いや、昼からここに入ってきたんですけど魚がいないです。で、水温上昇でこういうところにこう入ってくるかなと思ってゴーから入ったんですけど、さっきギルロイドを流した時にすごい流されたので、それはまあカレントですよね。そんな強い川には見えないんですよ。ただそれがこう引っ張るということは減らしてるかもしれない、ダムが。ってなったら、上流はまず切り捨てで、なったら次はどこだっつったら、やっぱ深いとこが近いアウトサイドに絡むちょっとなだらかな場所なんで、釣ったとこは結構ドンピシャやったんじゃないかなとので、戻る方向で行きます。はい、どっちも行けるっていいですよね。さあ、とりあえず分かったことは、もう魚は沈みました。影と風によって。じゃあどういうところをやればいいか。ない。産卵に向けて体温を温めときたい、代謝上げときたいんで、風が吹くと表層の水温が上がりづらくなっちゃう。で、影やと表層の水温が上がらないので、表層に浮く理由がなくなって、居心地のいいレンジに下がっちゃうと。さっきみたいにこう岸を使って壊してたんで、その居心地のいいレンジに下がられると、まずそのアプローチが雑になるというか丁寧じゃなくなるのと、入って食う場合もあるんですけど、結構ね難しいので、これは良くない方向に向かってますね。だから今求めたいのは風が当たらない日向のシャローですが、太陽こっちなんで対岸がね全部いけないんでね、ちょっとそういうちょっとでも風当たるとこ、風がマシなとこっていうのを多分探していくしかないでしょうね。で、そこのポテンシャルは午後パワーに期待するしかないんじゃないでしょうか。三原節。もうジグヘッドワッキー投げなさいっていう場所ですね。嫌です。
壁に追い込みたいやつら。いきますよ。釣りますよ。ほい。あ、やばい、ミスった。最悪やこれ。あー、やばいやばい。よっしゃ、どこ行った。ああ、ボイルっぽく。おーおー、しゃ、来た来た。楽しい。いいよ。よいしょー。楽しい。あいやろー。完全に楽しい。1日1回ぐらいあれやりたいですね。IG 系プラグの自分の理想の使い方がこう投げて、ある程度こうスーッとまっすぐ引いて止めるで浮かすっていうのが僕の理想なんですけど、手前でやると投げて巻いて止める、これです。でこれが何がいいかっていうと、まずリップレスなのにこれ潜るんですよ。スーッとクッとね、こうやって潜るんですよ。で浮くんですけど、浮いた時になぜかこれ頭上がりなんですよね。これはほぼ不可能やと思ってました。はい、ただこのヒレがこれはブレを防止するためにつけたヒレだったんですけど、浮上する時これなかったら頭で水受けてこうシューって沈むんですけどね、普通こう上がるはずなんですけど、ヒレが抵抗になってこう上がっちゃうんですよ。びっくりしたこれはびっくりした。なのでバスがI字でこうついてきた時に止めたら頭から上がってくれるわけですよ。それは食っちゃいますよね。これはちょっとね、僕衝撃でしたね。でこのヒレがあるんで早巻きしてもI字ぶれないですし、で止めたら頭から浮くし、くるくるくるって巻いて止める。で多分この止めてる間にバスが一緒についてきて、水面にピチャってなった瞬間にも一緒にバシュって、そこそこ行けるとこ回ったしな。じゃあラストチャンスなんで、ちょっとデカリケーターをテストがてらねちょっと投げてみて反応を伺って締めたいと思います。粉まずみたいですね。この動き感、ほらナマズみたい。なんかついてきてる？嘘やん、ついてきてた。うわー、でも謎が膨らんでしまったな。謎が膨らんでしまったな。初日終わった。はい。おい。ちょっと待って。
照れるでしょそりゃ。三原節おかっぱりで使ったバッグなんですけども、バーサス B6070 です。で結構使ってる人多いんじゃないかなと思うんですけども、こうウエストポーチ的な、ウエストバッグ的にもなるし、今回みたいなこの肩掛けショルダーもこのワンタッチで外れるんで、どっちでもいけるよっていうのが、すごい気に入ってるし、これの売りでもあるところだと思うので、今回これを全公開ということで、中身を公開していきたいと思います。すごいねいっぱい入るんですよ。すごいいっぱい入るんで、こんなでっかい松ぼっくりとかも入りますよっていうんですけど、これスルーしておきます。はい。で、まず中身、バーサスの、3010NDM っていうのに入ってるやつを、何から紹介したらいいんでしょう。結構ね僕ごちゃ混ぜスタイルであれ持ってくるの忘れたとかピックアップスタイルなんですよね。ジャバロンネオが1匹入ってたりとかギルロイドベイビーがあったりとか、これ1日放置するとこれテール溶けちゃうんでこういうことしちゃダメなんですけど関係ないです。でもうねめちゃくちゃになってますね。フットボールヘッドがついたゲンタホグをそのままぶち込んでたりとか、風神スパイダートレーラーとウナキューとかも入れてますし、あとはそうやな三原虫もありますね。ギルロイドが入ってたり、ステルススイマートリプルフックがあったり、これはベビーステルスのヘビーウェイトですかね、一番重たいヘッドのやつプラスドライバー入ってたりとか、とにかくごちゃ混ぜで、使うスタイルです。なので理想は広い広いというかこのバッグに入る大きさ、使いやすい大きさでなるべくこう深めっていうのが僕の理想ですね、この小分けボックスに関しては。で、何でも入れてしまいます。はい。で重たいね、例えばこのビフテキビーズシンカーとか 10g なんですけど、これパックで持つと大体10個ぐらい入れてるとね 100g になるじゃないですか。そういうの嫌なんで1個とかってこうやって入れてます。はい。これ三原節スタイルでございます。はい。で大体ねこれ家に帰って放置するとテール溶けてたりするんでそれだけは忘れずに。ほんじゃこれバッグの中身なんですけども、このねメッシュタイプのポケットが、ジップ付きのポケットが2つあります。一応この何ですかね、人間側体側にはこのダットカットやったりフラットヘッドカーリーだったりっていうベイトで使うワームを、内側に入れてます。で、この反対側ですね、反対側は見やすい取り出しやすい方には、スピニングで、例えばサイトとかでこうローテーションするようなワームを入れてます。レインボーシャッド 2.5 インチとあとハドルフライですね、3.5 もうこれもぐっちゃぐちゃにミックスさせてます。癖とかそういうのは僕あんま気にしないタイプなんでとあとニードルシャッド 3.5 インチ。はい。でこれを、サイトだったりとか、スピニングの時はワームをこうさっとローテーションしたいので、前に入れてるっていう感じです。で、前ポケットっていうか、こっち側ちっちゃい側なんですけど、ここはもうほぼフック系ですね。これも中に、メッシュのポケットが2つ入ってて、こっち側はこのデルタシンカーだったりベスパだったりっていう、ちょっと重り系ですねを入れてます。これ単純に分かりやすいようにっていう。であとこっちも、こっちはもうベイトで使ってたDS デルタのヘビーフリーリグで使ってるやつだったり、こっちはネイルシンカーの軽いやつ、はい、もうこのライトの方に混ざらんようにベイトの中に入れとったら分かるやろっていうような、使い分けじゃないな、入れ分けですね。はい。とあと、ここにはぐちゃっと入れてます。これは明宝さんの僕気に入ってるやつなんですけども、9部屋あるやつと、6部屋あるんですけど、これくっつけられるやつなんですよ。外れるかな、外れるな。もともとはこれ一個一個で売ってて、でこれを9個9個のこう一色単にするか、9個6個の
やつにするか。で僕ここにタリズマン入れたくて、これ今ないんですけど、タリズマンのちっちゃい番手とかを、入れてたり、こっちにはフォグショット入れて、でここにネイルシンカーを入れて、でなんせこれ部屋数が多いのと、あと見やすいで、あと結構耐久性があるんで、だいたい1年に、1回変える。だから1年に2個使うっていうのが、僕のもう長年の今のスタイルですね。でこれでグッとくっつけたらもうこれで終わりなんで、はい、こんな感じで小分けにしています。フックはもうごそっと、入れてます。ウェイテッドピアスインフィニスタンダード、これはこの中のワームに合わせて入れてて、であとこれタングステンシートですね、板重りと、あとハサミもここに入れてるし、あとこれですね、トレーラーキーパー入れたりとか、まとまりなくフックはここって感じで入れてます。はい。あとそうですね、ここに、ポケットがあって、そこに輪っかつけて、糸くずワインダーつけたりとか、あとこっちには、流儀のペンチですね、プライヤー入れて、今回は、ショルダー型で、おかっぱりしてます。2日目、寒いです。昨日ね、あんまり2本釣ったんですけど、あんまりな感じだったんで、今日はバサッとぶった切るように行ってみたいと思います。まずベイビーからで行ってみます。では行きます。居残りフィッシュがいたらいいけどな。とりあえずウッシュまで。昨日デカリケーター投げてついてきたぐらいなんで、リップをつけてみる。めっちゃ沈む。なんかこんなん食いそうですけどね。ただ流れ緩なった分おるんでしょうね、昨日に比べて。ただこのギルロイドベイビーのリップの土煙の上げ方にだいぶ可能性感じてるんで、結構春のバスってなんか底の音とか好きですからね。ボトム接触音みたいな。いきます。ここはどこでしょうか。どこへ向かってるんでしょうか。おお、あれ、お、なるほど。合ってる合ってる合ってる。すげえ。やっぱ世の中ノリと勢いですね。おっと動けない。これで浮いてくる感じじゃないもんな。ホバストそんな移動しないと思うけどな。いた、目があった。興味なさすぎやろ。
何で食うかな。とりあえず魚ではない。何かな。何でいけるかな。殿下の宝刀お見舞いしますか。ついに世界一釣れるワームと言ってるだけなんですけど、多分あっさり食う気がするけどな。多分うなきゅうかミハラムシじゃないかなと思ってるんですけどね。さて、合尿入れたまでは見たんですけどね。手前に枝が出てるんで、一回それにかけて提灯っぽくしてみて、水にいきなりつけたら多分ダメなんで、つく前に空中で、はいダメまだ許してくれてますね。これは良くない。あ、でも食うかも。どっち行くやろ。食うかなこれ。気にはしてくれてるけどな。食うよ。お、やめそう。あ、やめた。やめた。うわー、やめた。これね、あと3センチ右なんですよね。ほら、この草に引っかかってるからダメなんですよ。うん。お、マジ。左向く。うわ、これどう流そう。こうかな。これで岸沿いを流していって沈め。ここで見る。ラッキーになった。いきますよ。はい、食った。あっしゃ。ちょ待って。
はい、見腹虫でしたね。殿下の宝刀ですね。はい、エビ食い。49点いくつなんでしょうか。はい。お、50やった。ぴったりですね。50.5 です。はい。はい。50.5。まあね、天下の宝刀ですから。河合正弘のバントみたいなもんですよ。まずバスはここにいたんですね。この隙間にでちょっと左を向きそうやったんで、こっちの機種を、この丸の機種を使ったわけなんですけども、で食わせたところはちょうどこの真下ぐらいで、ここで食わせたいからって、例えばこう入れてこう引いてきたりすると、こんな感じで流れて糸が入っちゃうんで、最初に投げたの多分この辺なんですよね、多分。でここから糸をこれの岸沿いにこうやって置くんですよね。で置いて沈ませて、でこう糸でカーブさせて、今ちょっと大雑把にやってますけど、でこの辺にちょっとこう隠れさせて、でピュッと出した感じ。ギルロイドと結構似てますよね、そのアプローチが。昨日の置いて食わせたやつとかと、こう丸いとこの向こう側でルアー見せずにこうトンって出して見せて、いいところに落として、ギルロイドは見せられるんで、ミハラムシはちっちゃいんでね、それをなんか折ったなって見せといて表すみたいなところです。じゃあまだまだ行きましょうか。もう宝刀抜いてしまったんで、今日ね、上流のカレントが弱くなって、魚が増えた。でただね、上流が、ビッグベイトとかそういう大きいものを食ってないので、ちっちゃいルアーになって、ミハラムシで釣ったわけなんですけども、ただ風吹くタイミングが早かったのと、強さが強いから、昼からどうするかなっていうところです。とりあえず飯食って考えましょう。はい。ミハラムシ、これ投げれるかな。これ投げれるか。でもこれスイムベイトちょっときついですね、見たら見るほど。どうしよう。これは迷うとかっていうレベルじゃないですよ。いやでもこれなんかスイムベイトいけるな、意外と。スイムベイトがいいです。持ってこいよってな、ほんま。ハドルスイマー背張りセッティング。
うまくいった。ハードルスイマー 4.5 インチなんですけど、通常オフセットフックとかで使う、スイムベイトっていうんかな、リアル系ワームなんですけど、オフセットで使うとどうしてもこうなんですかね、下からこうチェイスしてきた時に針が先に見えてしまうんで見切られる魚がすごく多かったんですけど、タチウオ用のこれアシストフックを無理やりこんな感じで、背張りとして使ってます。でこうすることによってとにかくバイトが増えた。で、通常のシャドーテールよりハドルテールだったら、若干深いとこも引けるし、どんな速度でもハドルテールってゆっくりでもこう動いてくれるんで、どんなスピードでも対応してくれる。ネイルシンカーは、2.2g も入れてます。でちょっと、見えにくいですけど、ここからこのスリットのこの壁から入れてますね。このスリットのここですね、壁から入れてて、まっすぐこう頭の方に入れて、なるべく薄皮で刺して、低重心にして、泳がせると安定して泳いでくれるんで、はい、おすすめです。よし、いきます。まず手前から。来たんちゃう？おっしゃおっしゃ、おお、でかいでかいでかい。巻いたら来たね。太い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 。おっしゃおおドラマティックやってくれたね。ハードル 4.5。 これやっぱね、春これ背張りセッティングのハードル、これメスいいねこれナイスフィッシュ。ハドルスイムは背張りチューン最強。まあ風が今までない吹き方で、下流から吹いてるのの吹いてて、当たる面で、赤土で濁ってて、最初こっちをやったんですけど、あんまりなんかそういうリザーバーっぽくないなっていう。ただ風が当たってるこの岩盤でもない石垣は、多分これちょっと下まで続いてるはずで、これのちょうど切れ目あたりとかにこう風で、フィーディングで入ってくるやつがおるかなっていうかすかな望みで、でもこれ表層揉まれすぎてゴミありすぎるんで、ちょっと下を巻くってなると、やっぱこのハドル 4.5 の背張りセッティングが、僕の中の定番なんで、1メーターちょいぐらいですかね、巻くんであればハドルがハマった感じでした。はい、お疲れ様でした。ということで三原節第1回終了。そうですね、なんていうかな、この三原節をやるにあたっての、ギルロイド、三原節、ハドルスイマーの背張りっていうね、まさに三原節全開な、釣りで終えられたんじゃないかなと思います。50.5、49.7 ぐらいか、あと49と47ですよね。そうですね、楽しかったですね。理想をクリアしたら OK なんですよ。はい、サイズははいそんなもんじゃないですかね。はい、理想は常に高く、はい、いきましょう。
はい。第2回いつどこでやるかまだ分かりませんが、三原実践会で行きたいと思います。ということでお疲れ様でした。締め方が分からんかった。